お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍で編成された数多くの師団の中でも、歴戦の雄にして、北鎮部隊と恐れられた伝統師団、第七師団を解説するが、その前に一つ訂正を。訂正。前回アップした第七師団の前編動画では、第七の読み方を第七としていたが、これは正確には第七であるというご指摘があった。なるほど。理由として、第七師団の初代師団長に長山武四郎を任命した際、明治天皇が七を七とお呼びになり、これが由来となって第七師団と呼ばれるようになったそうだ。以上、お詫びして訂正をさせていただきます。さて、前編では屯田兵の開拓事業から、正式な師団としての第七師団が編成され、大迫直春が師団長として就任したところまで話したが、今回の中心となるのは、第七師団が参加して武名を轟かせた対外戦争だ。対外戦争って相手はどこの？日露戦争だ。相手は日本とは軍事力の規模が異なる大国、帝政ロシアだ。前編でも少し言及したが、日清戦争の勝利の結果、両東半島を割譲しようとした日本に対し、帝政ロシアを筆頭とする三国干渉がなされ、両東半島は完封、しかも帝政ロシアはちゃっかり旅順島の租借権を獲得することに成功した。このように不登校を求めて着実に南下を進めていた帝政ロシアに対し、日本は危機感を募らせ、外交交渉も奏功せず、ついに日露両軍の間で戦端が開かれた。第七師団は大陸に急派されたかな？意外にも、全然動員されず、しばらく北海道に留め置かれていた。対ロシア戦争では最も有役しそうな師団だが、なんで留め置かれたの？日露が開戦して以降も、約6ヶ月の間、第七師団は北海道に駐屯し続けるんだが、この理由は、北鎮部隊の異名の通り、帝政ロシアが北海道に矛先を向けてきた場合の備えだった。北海道に攻めてくる可能性があったの？日露戦争の主戦場は両東半島、満州、朝鮮半島などではあったものの、帝政ロシアはウラジオストク港を有しており、そこを拠点とした海軍力をもって日本の通商ルートに脅威を及ぼしており、北海道と本島とをつなぐ津軽海峡にもロシア海軍の軍艦が出現するなど、北海道にも進撃してくる可能性は想定される状況だった。住民からしたら恐怖だな。しかし、第七師団を大陸に動員すべき九白の事情が日本陸軍に生じてしまう。九白の事情って何？旅順攻略戦だ。当時の旅順は、帝政ロシア海軍の艦隊の根拠地として機能しており、日本としてはこの根拠地を覆滅しない限り、周辺海域の制海権を握ることができず、来るべきバルチック艦隊との決戦に差し支えとなることが予想された。したがって、主に日本海軍の要請により、この旅順要塞を攻め落とすことが必須の目標となっていた。海軍が攻め落としたのかな？いや、海軍独力では不可能だった。日本海軍としては旅順港の航行を閉塞する作戦などを展開したが、結局無力化には至らず、陸軍力に頼る方針を取らざるを得なかった。日本陸軍は守備力落とせたかな？いや、非常に手こずった。というか落とせないのではないかというくらい帝政ロシア軍の抵抗が頑強だった。この旅順攻略戦のため編成された部隊は、有名な乃木マレスケ大将率いる第三軍だった。第三軍には野戦砲兵官も務めた伊地知康介が参謀長として就任し、第一師団、第11師団等が主力として配備された。帝政ロシアが本腰を入れて整備を重ねた旅順要塞は強力で、あっさり占領できた日清戦争の際とは格段に防御力が違っていた。そこに日本陸軍の第三軍が殺到したわけだが、統治下、機関銃、地雷、有刺鉄線等に阻まれ犠牲者は増大の一途をたどった。まず、5万を超える兵力をもって第三軍は、双方からの砲撃戦闘を経て総攻撃を仕掛けたが、帝政ロシア軍との激戦で第三軍の予備兵力が激減し、重要地点をせっかく占領しても直ちに放棄せざるを得ないほど苦しい展開となり、5000名近い戦死者を出して、第1回総攻撃は頓挫する。後年色々と言われている人ではあるが、乃木マレスケの心境を拝察するところだ。ついで、第2回総攻撃が敢行される。第七師団は参加したのかな？いや、
第7師団が参戦するのは終盤の第3回総攻撃だ。ということは第2回総攻撃も不守備だったの。第2回総攻撃は、第1回総攻撃頓挫の反省を踏まえ、塹壕掘削による攻撃路の前進、歩兵部隊を支援する火砲の増強など、入念な準備により敢行され、占領に成功した歩類も存在したものの、最終的には砲弾不足に悩まされるなどして総攻撃は打ち切りとなり、決戦は第3回総攻撃に持ち越された。その第3回総攻撃に、内地に残っていた最後の精鋭師団として、第7師団に動員がかかり、第3回総攻撃の主要攻撃目標となった203高地をめぐる戦闘に投入されることとなった。制海権が危うくて北海道に駐屯を継続っていう話がさっき出てたけど、制海権は大丈夫なの？帝政ロシアの旅順艦隊はウラジオストクに向けて航行したところ、日本の連合艦隊と遭遇して交戦したんだが、旅順艦隊は著しい損害を被り、やむなく旅順に引き返したんだ。これが有名な公海海戦だ。さらに、帝政ロシアのウラジオストク艦隊も、日本の第2艦隊に追撃されて主要戦力を喪失した。これがウルサン沖海戦だ。この2つの海戦により、ひとまず津軽海峡付近の通称破壊工作は止まり、第7師団としても大陸に派遣される余裕が生じた。第7師団は第3回総攻撃の先陣を飾ったかな？いや、まず白ダス機隊に言及せねばならない。白ダス機隊は、第3軍直属の特別予備隊として、奇襲を目的に編成された約3000名の決死隊だ。この白ダス機隊が野州を敢行するも、地雷と鉄条網に苦しめられ、指揮官も負傷して結果としては退却を余儀なくされた。一般に、乃木マレスケはこの白ダス機隊の退却を契機として、主要攻撃目標を、従前の要塞方面から203高地に転換したと言われる。しかし、まずは第1師団により敢行された203高地に対する攻撃は走行せず、そこで、ようやく登場するのが、本動画の主役、第7師団だ。誰が第7師団の投入を決意したの？序列的には第3軍の乃木マレスケ大将ではないかと思うが、後年は日本型憔悴の鏡としていろんな意味で影響を与えた軍人である、満州軍総司令官の大山巌の注文も契機となり、第3軍は第7師団の投入を決意したようだ。第7師団に加え、第1師団も再投入されることとなり、再び日本陸軍は203高地に猛攻を加える、強力な支援砲撃のもと、第7師団を構成する歩兵第28連隊を先陣に、203高地を奪取すべく攻撃が加えられたが、なお帝政ロシア軍の抵抗は頑強だった。一旦第7師団らは攻撃を停止し、部隊を再編成して、強力な支援砲撃のもと再攻撃を実施した。その結果、第7師団の活躍もあり、日本陸軍は203高地の奪取に成功する。203高地を落としてどんなメリットがあったの？観測所の設置だ。どういうこと？ 203高地からは旅順の湾が見える位置関係にあるんだが、日本海軍が、バルチック艦隊の襲来に先立って何としても撃滅しておきたい旅順艦隊を陸上から砲撃するためには、203高地島の旅順の湾が見える位置に、いわば砲撃を観測するための目の役割を果たす観測所を設けることで、陸上から旅順艦隊に猛射を浴びせ、これを壊滅させることが可能となった。実際、203高地の陥落で旅順艦隊は命運が決せられた状態となり、日本軍が撃ちまくる砲撃により、大部分の戦力を喪失するに至る、203高地の奪取、観測所の設置、旅順艦隊に対する砲撃、旅順艦隊の戦力喪失という、この因果関係の流れは、やがてバルチック艦隊を打ち破った日本海海戦の勝因の要素に繋がっていくというわけだ。海軍のために陸軍がそこまで甚大な犠牲を払ったのって、第二次世界大戦では例がないんじゃないか。この時期は維新の元勲や戊辰戦争で鍛えられた将官らが陸海軍で指揮を執っていたから、対極的な観点から戦争を見据えて、陸海軍の共同ができていたのかもしれないね。第二次世界大戦中は双方に局地戦の敗北の情報が共有されず、航空部隊の統合も実現できなかった状況とは大きな違いかもしれない。203高地攻略戦で第7師団はどれくらいの死傷者が出たの？師団全体で死者が約1900名、
負傷者約4000名だ。師団を構成する各連隊で400名から500名の戦死者を出した計算になる。第7師団は休む暇なく、日露戦争での陸上での死勇を決した大規模戦闘、奉天海戦に転用されていく。さて、以上の通り、第7師団203高知編の解説をしてきたが、当解説チャンネルである秋田号だけでなく、ナチスドイツ国防軍や大日本帝国陸軍の戦車、突撃砲、高射砲、対戦車自走砲などを扱っている、飛行情報号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は秋田号のチャンネル登録だけでなく、飛行情報号もご覧ください。画像の動画は、ナチスドイツ国防軍が、1号戦車など機銃を装備した戦車部隊を中心に、ポーランド軍を世界が驚く速さで打ち破ったポーランド戦役の解説をした動画です。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号と飛行情報号のチャンネル登録をよろしくお願いします。